こんにちは、あやまるです。この部屋に引っ越す少し前は、私は家賃2.6万円の部屋に住んでいました。築60年で、お風呂はなく、トイレは共同。借金が大きくなって、生活を立て直すために選びました。不便なことも多かったけれど、あの部屋での暮らしが今の生活につながっています。ほんの少しだけ家賃2.6万円、築60年の部屋で暮らした日々を振り返ります。家賃2.6万円の部屋に引っ越す少し前は、私は家賃10万円の部屋に住んでいました。ピカピカの室内に整った設備、暮らす上で何の不満もありませんでした。当時は給料も良かったけれど、毎月10万円が消えていく生活にどこかモヤモヤしていました。食費や電気代はどれだけ頑張って節約しても減らせる金額には限界があります。けれど家賃は住む場所を変えることですごく下げることができます。家賃2.6万円の部屋に移ったことで借金返済や貯金に回せるお金が増えました。あの部屋は私にとって安く住むためではなく、生活を立て直すための場所でした。物件によっては水道代やインターネット料金が一定額まで家賃に含まれている場合もあります。私は冬でもガスを契約せず、水だけで生活していました。お湯が必要になるのは何かをつけ置きするときくらいです。その時だけ電気ポットでお湯を沸かしていました。そのためガス代はかからず、冬の光熱費などはかなり抑えることができました。家賃とは別に支払っていたのは電気代とネット料金くらいでした。安い物件を探すときは家賃の金額だけでなく、家賃に何が含まれているのかも確認しておくことが大切だと気づきました。当時は借金もあったため、毎日働かなきゃと必死になっていました。お仕事を辞めたいと思っても簡単には辞められません。家賃が2.6万円になると、生活に最低限必要なお金はかなり少なくなります。私の場合は家賃が下がった分を借金返済に回すことができました。借金がない人であれば貯金に回したり、仕事が辛くなった時に一度立ち止まったりすることもできます。すぐに生活が破綻するわけじゃない、その小さな安心感が当時の私を支えてくれました。お部屋にはお風呂も専用のトイレもなかったため、6畳を丸ごと
生活スペースとして使いました。大きな押し入れもあったので、持っているもののほとんどを中に収納できました。同じ6畳でも畳の大きさや間取りの違いなのか、今のお部屋よりすごく広く感じて、少し持て余すほどでした。キッチンも昔ながらの作りで、全体的に余白の多いお部屋でした。ただ、お部屋自体が2階にあり、上がるまでの階段も狭かったため、大きな家具を運び入れるのには簡単ではありませんでした。その環境で暮らすうちに自然と買い物も減り、今の持たない暮らしにつながっていったと思います。家賃を大きく下げようとすると、郊外へ移る選択肢もあります。しかし私は設備や築年数を妥協することで利便性の高い都心に住み続けることができました。職場や駅へのアクセスが良ければ通勤に使う時間や体力を減らすことができるからです。部屋の快適さは下がりましたが、その代わりに住む場所の便利さを守ることができました。すべてを手に入れることはできないかもしれません。それでも自分が何を優先するかによって選べる部屋も変わっていくかと思います。最初は家賃2.6万円の部屋に住んでいることを人に話すのが少し恥ずかしかったです。古いし設備も少ない、なんだか取り残されているような気がしました。けれど実際に住んでみると、他人はそれほど私の家の家賃なんか気にしません。どこに住んでいるかなんてさほど興味を持っていません。家のために毎月高い家賃を払い続けるより、自分の未来や母のために少しでもお金を残していきたい、そう考えるようになりました。生活がどう見えるかよりも、自分が無理をせずに暮らし続けられることの方が大切でした。もちろん良いことばかりではありません。家賃が安いお部屋にはやはり安い理由があります。築年数、防音性、水回り、暑さや寒さ、設備の少なさ。私が住んでいたお部屋にはお風呂も専用のトイレもありませんでした。家賃だけを見ればとても魅力的ですが、その代わりに大きく快適さを失います。家賃が安いから単純に得をした、そういう話ではありません。自分が何を我慢できて何を我慢できないのか、契約する前に考えておく必要があります。
私が探していた都心の家賃2万円台の物件は、エアコンがついていないお部屋も数多くありました。この家賃でエアコンまでついていればかなり運が良いと思います。ただし、ついていたとしてもかなり古い場合もあります。古ければ突然壊れる可能性もあるし、夏の途中で使えなくなるかもしれません。私が住んでいた部屋では取り外しやすい窓用エアコンを使っていました。取り付け工事は必要ありませんでしたが、通常のエアコンより音も大きく、電気代も少し高めです。普通のエアコンを自分で用意する場合は、本体代だけでなく工事費もお金がかかりますし、不動産屋さんや大家さんとのご相談も必要になってきます。古い物件は断熱性が低く、夏は暑く、冬は寒くなりやすいです。現在の東京でエアコンのない部屋に住むことは、場合によっては命にも関わります。家賃だけでなく、入居した後に必要になる設備費まで考えておく必要があります。それに、お風呂のない物件に住む場合、近くにある銭湯の場所や営業時間や定休日を確認しておく必要があります。いつも利用している銭湯がお休みなら、別の銭湯へ行かなければなりません。銭湯へ行った後、そのままお出かけする日は、着替えや荷物を持って移動する必要もあります。洗濯機を置けない物件であれば、近くのコインランドリーも必要です。家賃だけを見るのではなく、銭湯代や洗濯代、移動にかかる時間まで含めて、本当に自分に合った生活なのかを考える必要があります。私は銭湯が大好きだったので、大きな苦痛にはなりませんでした。それでも雨の日や疲れている日は、お部屋にお風呂があればいいなと思うことももちろんありました。共同トイレや銭湯、コインランドリーなどを使う生活では、自分一人だけではなく、他にも使う方がいます。次に使う方のことを考えるようになり、以前よりも周りへの配慮を持てるように自然となれたのはとても良かったと思います。安い部屋を探していると、どこまで不便に耐えられるのかを考えるようになります。しかし、家は毎日帰る場所です。害虫が出ないか、夜きちんと眠れるか、夏は暑すぎないか、冬は寒すぎないか、近隣の騒音に悩まされないか、住環境に問題があれば、仕事や健康にも影響します。実際、私は害虫対策にもかなりお金を使いました。また、後から下の階に入居した方がとても大きな音を立てる方で、少しの間怖い思いをしたこともあります。近隣トラブルはどの物件でも起こる可能性があります。ただ、古くて防音性の低い物件では音の影響も大きくなります。安ければ安いほど良いというわけではありません。
結論から言うと、必要になれば私はまた同じような部屋に住むと思います。現在はあの部屋よりも少し家賃の高いお部屋に住んでいます。今は家賃の安さだけではなく、水回りや暮らしやすさなど快適性も重視しています。でもこれから年齢を重ねて今のように働けなくなった時、家賃を抑えることで生活費を減らせるのであれば、私は迷わず同じようなお部屋を選びます。家賃を抑えることで働く量を減らし、自分の健康と暮らしを守れるなら、それも一つの選択だと思います。一度暮らした経験があるからこそ、お風呂や洗濯機がないお部屋でも以前より落ち着いて対応することができます。暑さや寒さなど環境の変化への備え方もわかります。次に住むときはあの頃よりもっと上手に暮らせる、そんな自信があります。家賃2.6万円の部屋は決して快適ではありませんでした。けれどもあの頃の私には必要な場所だったと思います。家賃を下げて、持つものを減らして、少しずつ生活を立て直していきました。今はあの頃より少し快適に暮らしています。でもまたいつか生活を小さくする必要が来たとしても、もう怖くはありません。暮らしは何度でも組み直せる。そう思えるようになったことが、あの部屋で暮らして一番良かったことかもしれません。孤独で過ごす時間は寂しいけれど、誰かの思いやりや優しさを考える時間でもあるのかもしれません。